ミニマル感とそんな感じでガバッと開いて見やすいように自立してくれる。ここの真ん中のファスナーをバコッとこんな感じで収納してくれるので欲しかったんですよね、こういうガジェットポーチ。こんにちは、トバログです。いや今回はですね、皆さんに一つお知らせがあります。実はトバログガジェットポーチをですね、この度作ってしまいました。はい、こんな感じのガジェットポーチですね。見た目はミニマルなのに、この袋状のね前ポケットが印象的な大容量、そしてファスナーがなんと3つもあるっていうところで、こういうねガジェットポーチ欲しかったんだよなっていうものを、今回ドリップと一緒にコラボレーションをして、形にさせてもらっております。このガジェットポーチ、トバログ視聴者だったら、あれこれなんかどっかで見たことあるんだけどって感じだと思うんですけど、実はですね、ハーフデイパックのこの形状と素材感はそのままね、半分サイズにしてしまったというポーチなんですね。ハーフデイパックをこのサイズにすると結構ね、よくあるガジェットポーチ感あるんですけど、トバログ的にねこういうの欲しかったっていう機能をねいろいろ詰め込んでもらっているので、今回はねこれについてどういうところがこだわりなの、特徴はどんなところっていう動画を撮っていこうと思います。ちなみにこのガジェットポーチもうすでに発売しています。1月25日の6時から発売開始という形で、ぜひね概要欄から気になった人は飛んでみてください。はい、というわけで早速ねこのガジェットポーチ紹介していこうと思います。はい、というわけでこちらが今回紹介するガジェットポーチ、その名もハーフデイポーチです。見た目はこのハーフデイパックのミニマル感と、それなのに大容量というところをね踏襲しつつ、よりね小物のガジェットを収納するために適した、サイズ感と、形状にしたっていうところがね、ポイントのガジェットポーチですね。最初に言っておくとめちゃくちゃいいポーチなんですけど、若干ね価格がちょっと高いですね。7980円って感じで、最初はもっとねだいぶ買いやすいぐらいまで安くできる予定だったんですけど、原材料高騰とかね、開発費の重なりなどでちょっと高くなってしまいました。そこは申し訳ないです。それでもね、欲しいと思ってもらえるものになっている気はするので、ここからいろいろと紹介していこうと思います。このガジェットポーチに関しては、このねハーフデイパックを開発していた時からね、話としては出ていて、コンセプト段階からせっかくこういうバッグ作るならガジェットポーチもやっぱり自分仕様の使いやすいものが欲しいっていうところからね開発をスタートして、そこから2年ぐらいのいろいろプロトタイプを経て、紆余曲折あり完成したのがこちらっていう感じですね。実際にね中を開けてみると、すでにねずっと使っているんですけども、こんな感じでガバッと開いて、このままね普段使っているこういうガジェット類とか、SD カードとかこういうものがね収納できるようになっています。でこれね後からどういうものをどういうふうに紹介するのかとか、ポケットについてとかはね紹介していくんですけども、まずはね特徴、どんな特徴があるのっていうところを紹介させてください。はい、ざっとね特徴をまとめるとこんな感じですね。それではね一つずつ紹介していきたいんですけども、はい、まず特徴1つ目としては、このガジェットポーチ容量を拡張することができます。何を言っているかっていうとね、これ今この状態で、そんなにねこう折りたたんでしまえばかなり薄型になるんですけど、ちょっとね旅行に行く時にこの容量だと足りないなっていう時は、ここの真ん中のファスナーをグイ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 っとね、ぐるっと1周半ぐらい回すと、このままバコッとこんな感じで容量がね倍ぐらいになるんですね。こんな感じ、見た目は不格好なんですけど、こんな感じでバコッと大容量になるっていう点が特徴です。で実際に開けると、このね前ポケット部分はそのままなんですが、ここがかなりね街が膨らむっていう、これがね、欲しかったんですよね、こういうガジェットポーチ。っていうのもトバログいろいろなガジェットポーチを使ってきた中で、こういうのあったらいいなと思ったのが、普段の使っているちょっとしたガジェット、ケーブルとか、イヤホンとかそういうものだけを収納する時と、あと旅行に行く時のモバイルバッテリーとか AC アダプターとかいろいろね持ち合わせる時に、ガジェットポーチを変えるんじゃなくて、このねサイズの容量で変えられないかなっていうのをずっと思ってたんですよね。それができればね、一つのガジェットポーチでこんな感じでちょっとだけのねものを持ち歩く日もあれば、例えば普段持ち歩かないこういうガジェットとかも、追加でね、ファスナーで拡張すればこういう風にねバコッと収納ができるというわけです。
これ結構ね良くないですか。こんな感じでバコッと大型になってしまうところはあるんですけど、一つのねポーチ、いつも使ってるポーチでこういう風にね容量欲しいなっていう時は、拡張できるっていうところがね一つポイントになってきます。はい、で特徴2つ目がこのハーフデイパックを踏襲したユニークなポケットの形状っていうところですね。ポケットの仕様とか、どんな感じで閉まるのみたいなの後で紹介するんですけど、基本的にこんな感じでガバッと開いて、メインの棒状とかよく使うものはこの中で、ここのね膨らみやすいものとかをこっちにしまうみたいな。このね袋状の形状があることで、形がね一定ではないガジェットいろいろなものに対して、こうやってね収納しやすいようにしているっていう点が、特徴かなと思います。結構ねガジェットって形も入れるものも様々なので、こうやって閉めた時にバコッとねすごい飛び出ちゃったりとかしやすいんですよね。なのでこっち側をねゆったりとしたポケット状にすることでいろいろな形のガジェットに合わせて、使えるようになってるかなと思います。ちなみにハーフデイパックでいうとこっちにねiPad を入れるんですけど、こっち側にはね 500ml のペットボトルを入れたり、小さめのねミラーレスカメラを入れたりみたいな感じで、結構ねいろいろな使い方ができたのが便利だったんですよ。なのでハーフデイポーチに関してもそういうね街が作れたらなっていうところでこの形状にしています。ちなみにこっちにもポケットがあるんですけど、ポケットのね数とか詳細は後で紹介しようと思います。ハーフデイポーチ特徴3つ目としては、中に物を入れてる状態でちゃんとね自立してくれます。ハーフデイポーチ横から見るとこんな感じで、二等辺三角形っぽい形状になってるんですね。そのためこの下の部分にね物が溜まっていくので、こうやってファスナーを開いた状態でちゃんとねこの中のものが見やすいように自立してくれるんですね。なので普段作業する時はこうやってねノート PC の横に置いてカタカタと使ってて、こういうのが必要だみたいになったらすぐにねこの中を見ながらこうやって開いて使うっていうことができる点がやっぱりポイントですね。でかつ、もちろんねこれを拡張した状態でも自立することができます。ちょっとね大きくなりすぎちゃう感はあるんですけど、こういう感じでこっちをね後ろにしてこんな感じで前も見やすいっていうところがねやっぱりいいですね。これは自分で作っといてなんですけどかなり使いやすいと思います。ガジェットポーチだったらこういう風に自立するってかなり当たり前の機能ではあるんですけど、いざね自分がガジェットポーチの開発に携わってみると、この自立するっていうのがね結構バランス取るのが難しいなってことがね分かりましたね。こっち側を膨らませたいっていうのがあったので、結構ね高確率でこっちに向いちゃうみたいなことがあったりして、その辺のねバランスのために結構プロトタイプ何回も作り直したんですけど、ようやくねいい感じのバランスになったわけですね。こういう形状をしているので閉じた状態だとちょっとね前にこうゴロンと倒れちゃうっていう問題はあるんですけど、ガジェットポーチをね使う時って基本開きっぱなしだと思うので、そういうどっちが便利かなって思った時に、この形状にしたっていうところです。ハーフデイポーチの大きな特徴はそんなところですね。あとは特徴ってほどでもないんですけど、一応ねこのハーフデイパックユーザーとかは縦に収納すると2個ねこんな感じで入れることができます。ちょっとね今回予定よりもだいぶね、原価が高すぎたようでちょっと価格がね高いんでこれおすすめしづらいんですけど、本当はねもう少し安価に作れるイメージだったので2個購入してもらって、こんな感じでそれぞれねポーチをここに入れて iPad と持ち歩くみたいなところもね想定してたんですよね。はい、という感じで特徴は紹介したので、次はね本体についてちょっとねじっくり紹介していこうかなと思います。まず表面の素材なんですけども、生地に関してはハーフデイパックと同じコーデュラ社のバリスティックナイロンを採用しています。結構目が粗い感じなので、カバンの中でねホコリっぽくなることもなければ傷も目立ちにくいっていうところでね、結構ガジェットと相性がいい素材感ですね。こんな感じ、肉厚ですね。だいぶで上から見るとガジェットをね収納するポケットはこういう風にね止水ファスナーを採用しています。一応ねバリスティック自体が結構撥水性の高い素材なので、ちょっとぐらいのね雨とかに打たれても大丈夫かなぐらいの感じでこの止水ファスナーですね。で実際のねマチとかサイズ感に関してはこんな感じですね。この辺はね実測値でちょっとね幅とかサイズとか結構手作業で職人さんが作っているので若干変わってくるかなっていうところはあるんですけど、基本的にはねこういうガジェットポーチに入れて持ち歩きづらいようなガジェットも収納できるかなっていうところです。でポーチ自体の重さはよいしょ
だいたい 98g、100g ぐらいっていうところですね。できるだけねこういうガジェットポーチで 100g は切りたいなっていうところがあったので、めっちゃ軽いっていうわけではないけどいろいろね削減をしてできるだけ軽量化しています。でファスナーの取っ手部分はドリップといえばって感じなんですけど、こういうね革素材の、取っ手を採用していて、こんな感じで、本当にねぐるりと一周する形でファスナーが開く形状になっていますね。ガバッと開くとまずね、ここにメインポケットが1つあります。大きくてよく使うようなものをここにしまって、でこっち側にはファスナーのついたこのね膨らみを生かしたポケットが1機室。本当にポケットに関してはシンプルなんですけど、こことここに1つずつっていう感じで合計ね、ポケット123、そしてこの大きいので4となっています。めちゃくちゃシンプルです。ガジェットポーチでいうと結構ね2パターンあるかなと思っていて、1つがね結構細かいガジェットとかをバンドとか小さめのねポケットでがっつりいろいろ収納して、本当に1つずつ定位置を決めていくパターン。そして2つ目がガバッとねざっくり入れる感じのパターンなんですけど、今まで何十種類もねガジェットポーチを使ってきた感じだと、僕の性格からするとこのね雑にガバッガバって入れられた方が、頻繁にガジェットのね持ち歩くものも変わるし、本当に忙しい時とかはねそういう、整理とかできなくなっちゃうんで、こういうシンプルな形状の方がなんだかんだ使いやすいよなっていうところでねこの形状になっています。じゃあポケット1つずつ紹介していくと、まずこっちのファスナーがある方ですね。まずね一番特徴的なのがこのねメッシュ素材のメインポケットだと思うんですけども、ここにはねガバッとさっきも言った通り大きめのなんか丸い系のねガジェットとかそういうのをね収納しやすいような形状にしていますね。例えばなんですけど、こういうねトラックボールとかマウスとかをねよく持ち歩く人だったら、このね、膨らみに合わせてこうやって収納しておけばそんなに膨らみも目立たず持ち歩けるっていうところがね、やっぱりこういう、大型のポケットのいいところですよね。で、1泊2日とかで出かける場合はこういうねトラックボールとか持っていくんですけど、普段ね1日だけ出かける時とかはこういう使い勝手のいい AC アダプターとか、あとなんだかんだねよく使うんですけど持っておいてよかったワイヤレスのイヤホンとか、そういう丸みを帯びて分厚い系をこの中に収納している感じですね。あとはね最近は持ち歩いてないんですけど、こういうねポケットタイプの Vlog カメラだったりとか、あとGoPro みたいなものも、ケースにね入れて保護した状態でこっち側に入れておくと、いざという時動画撮りたいってなった時に結構便利ですね。僕はこういうねいろいろその時に応じてフレキシブルな使い方をしています。ちなみにここなんですけど、ここにはねガジェットポーチなのにクッション素材を採用していません。これはね結構ね見た目のバランスと重量感とのトレードオフ的なところがあって、実際にね緩衝材入れたパターンも作ってもらったんですけど、すんごいもっこりしちゃうんですよね。なのでこの袋状の見た目を意識したいというところと、あと重さをねできるだけ軽くしたいっていう2点をね優先すると、カバンの中に入れとくし、こういうガジェットそうそう、破損しないだろうっていうところで、本当に緩衝材とかじゃなく布でねシンプルに守るっていう形になっています。なのでガジェットをね保護するためっていうよりかは一つにねまとめておくためのオーガナイザー的なイメージですかね。そこはね割り切ってしまっています。ただこっちのポケット結構ねアクセスしづらいっていう問題があるので、気軽にねアクセスするために、よく使うものはこっちのねメインポケットに入れていますね。このタイプスティックっていうキーボードの上にキーボードを乗せて使うためのガジェットだったりとか、なくしたらこのツイッターに連絡してくれよなっていうためのApple Pencil、あとは USB ハブとか、こういう感じのものをガバッとねここに収納しておくことが多いです。本当に作業部屋とかに着いたらすぐ使うようなものたちをここにね入れておけば、こうやって開いた時にすぐにねアクセスできるので楽っていう感じですね。でさっき紹介したこちらのポケットは結構ねカード状のものをよく入れています。例えばこちらこんな感じで普段使っている SD カードをまとめてこの中にガバッと入れて、なんだかんだ使う超薄いテンキーとか、あとガジェット十徳ナイフみたいなこういうねカードタイプのガジェットをこの中に忍ばせて、いつもだいたいこんな感じで普段はね使っている感じですね。ここにね例えばテンキーじゃなくて、こういうね薄いタイプの、こういうマウスを入れてもいいし、あとはモバイルルーター絶対使うっていう人だったらここにねモバイルルーターをしまってもいいしっていう感じで、クレジットカードがね結構もうすごい大量に入るぐ
ぐらいのマチとサイズ感なので、結構ガジェットのこういう棒状のこういうのをね収納するのに向いているかなと思います。難点としてはね、結構ラフにこういうねガジェットたちをガチャガチャ入れていくので、壊れやすいものとかはあんまり収納に向いてないかなと思います。あとはこういうね鏡面素材のところ傷つくのが本当に嫌なんだよっていう人とかだと、ちゃんとねオーガナイジングするようなガジェットポーチ一個一個ね整理するタイプの方が向いてるかなってところですね。僕みたいにこうやってガバッとねいろいろなガジェットをラフに収納したいのであれば、結構ね使いやすい形状なのかなと思っています。メインポケットはこんな感じですね。これをちょっとこうしてグイッとやるとこんな感じですね。膨らみもねちょっとは目立つんですけど、普通のガジェットポーチぐらいは全然入るのかなっていうところです。でここのねメインポケットだけじゃなくて、こっち側にもポケットがあります。ここもね止水ファスナーになっていて、開くと薄まちなんですけど、本当にシンプルにね1個仕切りがあるだけのポケットっていう感じですね。基本的にトバログはここにケーブル類を入れています。ケーブルって結構かさばるじゃないですか。なので普通のねガジェットと一緒に入れておくとやっぱりねまとまりにくさっていうのがあると思うんですけど、こういう薄まちのところに本当にこんな感じで1枚2枚みたいな感じでぐるぐるっとねまとめて収納しておけば、割とこういう仕切りとかを使って絡みにくいように収納できるっていうところで、ここもねそんなになんかバンドとかだと逆にこう収納するのに時間がかかったりするので、結構シンプルにしています。あとは結構ねこういう薄型のこれアップルの新ジャ布って呼ばれてる、マイクロファイバー布なんですけど、こういう布とかもガシッとここに入れたり、あと画面を拭いたりもしなきゃいけないので、画面拭きとかメガネ拭きみたいなのもここにね適当にガバッと入れて、薄めのものをねよく収納する形にしていますね。こっち側にはそういう感じのものが入るかなってところですかね。あとはねもちろんパスポートとかも入るので、例えばねこれをガジェットポーチにせずにこういうね貴重品入れにして、こっちのメインポケットには大量にあるクレジットとかポイントカードをまとめて、印鑑とかをこっちにまとめるみたいな使い方もできると思います。でやっぱり旅行だとこういう2万ミリのモバイルバッテリー持ち歩きたいんだよなっていうところとか、あとやっぱりこういうねトラックボールって必要だよねみたいな時だと、特徴で紹介したこの拡張部分をオンにすれば、さらにバコッと2倍ぐらいの容量に膨らむので、これをガバッと開けてさらにこれを入れたり、これをね入れてまたこんな感じでよいしょ、こんな感じでもう丸ごと飲み込むんじゃないかっていうぐらい完璧にねこういうものたちも収納してくれるので、時々こう旅行行くとかだとやっぱこれ安心感ありますよね。この厚さですからね、このままもうラグビーボールを投げるかっていうぐらいのね感じのこのサイジングです。でここの拡張部分に関してはこれちょっとねもう少し分厚めのいい感じの素材使いたかったなってところなんですけど、こういうタイプの、いわゆる普通のナイロン素材を使っています。ここもそうですね、いわゆる普通の感じのナイロンを使っていて、これね本当はバリスティックにできないんですかっていう話したんですけど、やっぱり重さとコストと、あと普段閉じた時のこのねビラビラみたいなところがかなり分厚くかさばる感じになっちゃったので、できるだけ薄くて軽量だけど丈夫みたいな素材を採用している形ですね。そういう理由からもちろんクッション性も全くないので、このままねカバンの中にストンと入れて、こうやって置いておくのが良さそうかなと思います。本当にここを拡張すると結構何でも入りますね。例えばクッション性はないんでおすすめしないんですけど、こういうねアルファ6700みたいなミラーレスとかもこうやってねこのままバコッと収納することができるし、例えばねこんな感じの、薄手の、Bluetooth キーボードをここにね忍ばせておいて、でこういうね XR グラスみたいにマチが大きくて分厚い系は、こういうところに仕込んで、充電持ってきた方がいいよねっていうところで充電器とかも入れれば、これでね XR グラスで外で快適作業セットの完成ですね。こういう感じでいろいろ扱いやすいようにね入れられる点が結構便利かなと思います。あとは例えばよくねサウナとか銭湯に行く人だったら、薄めのね吸水性のあるタオルとパンツと靴下をこの中に収納して、本当にこのままこうやってガシッと締めて
でここをね逆に圧縮バッグとして使ってしまえばこのサイズ感で着替えとかねいろいろなものが収納できるっていうところもね、逆の発想というか逆輸入的な感じなんですけど、そういう衣類圧縮ポーチとしても使えるかなと思います。この辺は本当にアイデア次第というか、皆さんがどういう風に使うかをね発売してから本当に SNS とかで投稿されるのを楽しみにしています。はい、という感じで今回はねドリップ社と一緒に開発をしたハーフデイポーチっていうガジェットポーチについて紹介してみました。いやー結構ねいろいろな使い方ができるというか、ガジェットポーチっていう感じで一応ね考えてはいるんですけど、そんなにねクッション性もそんなにないし、すんごい細かくね、ガジェット仕切るってわけでもないので、あらゆるねことに使えるかなと思って、あえてガジェットポーチっていうよりかはハーフデイパックの小さい版みたいな感じのネーミングにしています。なのでぜひねこの動画を見て購入してくれた皆さんはこんな使い方してるよとか、こういうものを入れてるよみたいなね面白い使い方、トバログもぜひ参考にしたいので、ぜひね SNS なり何かトバログのね、アットマークをつけて、メンションとかをしてくれるとすごい嬉しいです。価格はねちょっと円安とか原材料高騰とかそういうのがあって、7980円っていうねちょっと高めの値段にはなってしまったんですけど、本日から、すぐにねもう発売されていますので購入してみてください。はい、というわけで今回の動画は終わりにしようと思います。ぜひこの動画気に入っていただけた方はチャンネル登録とコメント、いいねボタンよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。トバログでした。